こいつ動くぞ。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回考えたいのは鉄の巨人です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話1111話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。鉄の巨人とは1111話の語呂合わせなどからジョイボーイの相棒フォース1ニカを守る護衛機、かつての太陽の盾であると考えました。そんな鉄の巨人を最も想起させるキャラクターはやはり魔人オーズでしょう。魔人オーズにはルフィの影が入り、さらにモリアが操縦していました。魔人オーズのお腹の中にモリアが入った時、オーズはすっげーイカス、俺ロボみてえじゃん、そのように言っていました。このことからルフィは鉄の巨人を操縦しそう。つまりジョイボーイもロボを操縦していた。そのように考えていくと、こちらの動画ではジョイボーイとは巨人であると考えましたが、ジョイボーイの正体は巨人だと考えました。そんなジョイボーイは太陽の神ニカという別名を持っていたかもしれません。つまりそれはいわば炎の巨人だから、ワンピースにおいて巨人はよく凍らされている。北欧神話において炎の巨人といえばスルトです。スルトは神々と巨人が戦った最終戦争ラグナロクにおいて神々が住むアースガルドを襲撃し焼き尽くし神を倒した炎の巨人、神の天敵。スルトが持つ太陽のように輝く剣は全てを焼き尽くすと言います。この炎の巨人スルトがジョイボーイのイメージかもしれません。このように2年前ジョイボーイとは炎の巨人スルトのイメージだと考えましたが、炎の巨人スルトのイメージは炎の中で立ち上がった鉄の巨人の方かもしれません。この辺りを今回考えます。まずそもそもルフィは鉄の巨人を操縦するでしょうか。鉄の巨人をルフィが操縦する伏線を探してみましょう。まず NES ロビーでルフィは敵である海兵を操ってゴムゴムの味方ロボという技を使っていました。この技はノリノリのみの海軍ブルーグラスに似ている。この海軍ブルーグラスはサングラスみたいなゴーグルをつけている。ゴーグルといえばルフィはなぜかルッチとの戦いにおいて自分の体から無意味にゴーグルを作っていました。このゴーグルはキザルの光に対抗すると考えましたが、すでにキザルはリタイアしていません。するとあのゴーグルは何に使うのか。フランキー将軍に乗るフランキーもゴーグルをつけていました。つまりゴーグルがロボを操縦する伏線でしょうか。他にも伏線を探しましょう。こちらの動画では鉄の巨人とクマは表裏一体であると考えました。するとルフィとボニーも表裏一体でしょう。それはボニーの技ニカみたいな未来や大食いという共通点だけではありません。ジュエリーボニーのジュエリーもつながっています。ジュエリーとは宝石という意味ですが、宝石、ジュエルの語源をたどっていくと、ラテン語で喜びを引き起こすもの、冗談、ジョークや喜ぶ、ジョイに結びついていくそうです。宝石、冗談、喜び、これらは一つなぎ。つまり、ジュエリーボニーとはある意味ジョイボニー。そしてルフィはジョイボーイ。すると、ルフィと鉄の巨人、ボニーとクマはセット。そのように考えると、1099話のこのシーン、クマがボニーを抱えてるだけのシーンですが、ボニーがロボのコックピットから顔を出しているかのよう。まるで魔人オーズを操縦するモリアに似ている。これがルフィが鉄の巨人を操縦するかもしれない伏線。さらにまだあります。こちらの動画では太陽の神ニカのヒントはナイトメアルフィであると考えました。ナイトメアルフィとは他人の影を入れられたルフィが人格が変わり強化された姿です。つまり影イコールもう一人の自分。ルフィのもう一人の自分とは太陽の神ニカですが、スリラーバーグの魔人オーズはルフィの影が入ることで動いていました。言い換えるとある意味でルフィの影がオーズを操縦していた。魔人オーズが鉄の巨人のヒントキャラなら、やはりルフィは鉄の巨人を操縦する。やはりジョイボーイは鉄の巨人を操縦していた。それでは次に鉄の巨人は誰が作ったのでしょうか。それはジョイボーイではないでしょう。900年前の王国にいたベガパンクのような科学者でしょうか。ベガパンクに似た人物といえば以前このように考えました。こちらです。さらにベガパンクの顔はもしかするとスペーシー注意と同じような顔をしている可能性もあるでしょう。スペーシー注意の顔はどことなく宇宙の見方を変えた相対性理論を提唱したアインシュタインのようです。さらに付け加えればベガパンクの頭、脳みそはとんでもなく膨らんでいるかもしれません。スペーシー注意、パスピスタをベガパンクが作ったなら、鉄の巨人を作ったのはスペーシー注意みたいな顔の科学者か。
それはもちろん月の高度文明によって作られた。そしてパシフィスタが海賊を倒すために作られたなら、鉄の巨人はその逆。鉄の巨人はおそらく海賊と関わりがある。海賊、つまり熊の種族、バッカニア族と関わりがある。バッカニアとは海賊という意味です。するとおそらくジョイボーイはバッカニア族か。そして鉄の巨人とは海賊ロボのイメージか。見た目もそのまま北欧バイキングです。この北欧バイキングの容姿から小田先生の空想が爆発して魔人オーズのような鬼や鉄の巨人のロボットにつなげている。さらに前回の動画では4話のモーガンの巨像は1111話の鉄の巨人とつながっていると考えました。このモーガンの語源はモルガン、海の守護者に由来します。海を守るのがモーガンの巨像、太陽の神ニカを守るのが鉄の巨人。それではなぜ800年前太陽の神ニカは守られていたのか。それはおそらく神でありヒーローだったから。例えば800年前高度な文明を誇る王国には代々ニカという悪魔の実が伝わっていた。それは人々を笑顔にする最も重要な力だった。その悪魔の実は悪魔の実が人を選んで自ら食べられるという。つまり選ばれし者だけが太陽の神ニカとなれる。それこそが海の秘宝。その秘宝ニカを守るのが鉄の巨人の役割か。ニカことジョイボーイは人魚姫との約束を果たせず謝罪していました。それは世界政府に負けたから。一方鉄の巨人はニカを守れずにジョイボーイに謝罪。こんな感じでしょうか。とにかく鉄の巨人はかなり重要でしょう。なぜなら小田先生はワンピースが終わったらロボット漫画を描いてみたいと過去のインタビューで答えています。ロボットアニメファンの小田先生ならルフィに鉄の巨人を操縦させそう。それはルフィの仲間となった白星と桃之助からもわかる。星、白星に従うのが海王類。月、光月桃之助に従うのがズニーシャ。太陽、ルフィに従うのが鉄の巨人。海王類ズニーシャ鉄の巨人。もはやこれらはほぼ3つの古代兵器のようなもの。この3つは五老星よりも巨大。なぜこんなにも巨大なのか。この3体と戦うならむしろ五老星の方が負けそう。そのように考えると残っている敵イム様の正体って超巨大。星を飲み込むほどに島食いならぬ星食い。とにかくルフィは鉄の巨人を操縦しそう。なぜなら鉄の巨人と似たベガフォース1もコックピットがあるロボットでリリースが乗っていました。そしてこのリリースはちょっとルフィに似ている。リリースの胸のナンバーは02鬼。リリースが登場したのは1061話。1061話の類似話数は61話鬼。ロボ最後に鉄の巨人とエースについて考えましょう。これはコメント欄カボスマルさんの気づきです。大量の盾鉄の巨人とはまるでルフィを守ったエースのようだと教えてもらいました。この気づきをもとにさらに深く考えてみましょう。頂上戦争でエースはルフィの命を守るために確かに盾となっていました。さらにエースの技炎帝は黒ひげから太陽であると表現されていました。炎イコール太陽。それならばやはり鉄の巨人は炎の巨人スルトのイメージか。さらにエースは鬼の子と呼ばれていました。これも鬼みたいな鉄の巨人とイメージが合致。そしてエースの友達鬼の子ヤマトの扉絵連載もスタート。さらにエースといえば以前の動画では消えない太陽、腎臓、メラメラの実の可能性についても考えました。これはもしかすると鉄の巨人の起動に必要な動力はニカの解放のドラムですが、そこから体を動かすには腎臓メラメラの実、消えない太陽が必要なのか。メラメラの実などのロギア系悪魔の実は戦闘はもちろん動力としても使えます。太陽の盾ともいえるエースと鉄の巨人、ここに何らかのつながりがあるかもしれません。前回1111話には4の仕掛けがあると考えました。4の古い漢字は死であり、死を盾にすると1111となる。1111イコール死。だから1111話でルフィはミスター4のように野球をしていた。さらに4話で立てなかったモーガンの巨像とも繋がっている。1111イコール4。それならば4のカードも考えましょう。4のカードにはニックネームがあると以前考えました。それはブロークンエース。4のカードの海外でのニックネームはブロークンエース。つまり壊れたエースです。
なぜ4が壊れたエースというニックネームなのか。それは4の見た目がエースと似てるからでしょう。4のカードのニックネームはブロークンエース、壊れたエース。1111はイコール C、イコール4、イコールブロークンエース。この方程式は1111話でしか成立しない。1111話で立ち上がった鉄の巨人太陽の盾はエースとつながる可能性があるのか。もしかすると鉄の巨人は炎を使うかもしれません。以上です。今回は鉄の巨人をルフィが操縦する伏線と鉄の巨人がもしかしたらエースを表すかもしれないと考えてみました。考察は当たるも八景、当たらぬも雷鳴八景なのでご容赦ください。みんなを魅了する謎解きの才能、さりげなくジャブを繰り出しユーザーを沸かせる感動が溢れるユデロンの世界へ。ワンピースのダジャレとこ笑顔で乗り越え。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。